こんにちは、メイです。前回は案内所裏の海をたくさんの方に見ていただけてとっても嬉しかったです。石の寄付も大変ありがとうございました。今回は海に突っ込むレックスを横目に見ながら自宅の裏に小さな港町を作っていきます。ここ狭いので注意ですね。場所は案内所の左側で自宅のちょうど真裏になります。この辺りを作っていきます。もうちょっと左に行くと岬があって、ここはまだ考え中です。そこの砂浜にポツンと一軒家はジャスミンの家です。北には潰されがちな河口があって、奥は前回作った海ですね。海の橋処理をどうやるのか気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。自宅も海に囲まれたやばい土地なんですが、さらに海を増やしてやばさもマシマシにしていきます。自ら追い込んでいくスタイルですね。砂浜を敷くのは最低限にして、更地化するときに面倒な作業を一つ減らすことを見据えています。そもそもこれだけマイデザインを貼っているので剥がすのが大変ですね。ちなみに透過されているパーツとされていないパーツだと、砂浜に敷いた時に色や質感が変わるので、砂の道プラス透過されたマイデザインを使うとリアルさが増しておすすめです。雨の時も砂の道の本来の形が浮き出てくるので、良い質感を出してくれるんですよね。完璧を求めるならそれですが、私は面倒なのでやりません。ここの橋処理が難しいので、後で家具を使って何とかします。船付き場を作るために桟橋を敷いています。桟橋なしの影付きタイプのマイデザインも投稿していますので、お好みに合わせてお使いください。木を敷いて桟橋を作っていきます。木って水や海水に弱そうなのによく桟橋に採用されているのはなぜと思いながらも敷いています。詳しい方がいたらぜひコメント欄で解説をお願いいたします。いろんな雑学が大好きなので楽しみです。道路を敷いていきます。コロン道路はあんまり人気ないかなと思って投稿していないのですが、いろんな方に道路も投稿してほしいと嬉しいお声をいただいたので、調整が終わったら投稿しようかなと考えています。昔に書いたマイデザインは消してしまうことになるので、欲しいものがある方はお早めにダウンロードしてくださいね。ボランテ島のコードはこれなので、ここからチェックしてください。多分橋がグレーの道路をごっそり消すかと思います。作った作品を消すのは心苦しいですね。こんな感じに敷けています。地面にすぐついてしまうくらいの浅そうな水たまりです。2段目を作っていきます。ここの2段目に2軒ほど住民を住まわせて港の管理をしてもらいます。大まかな計画としては1階にお店を作って2階は住宅街という感じですね。この2段目は前回作った堤防とつなげていきます。堤防は長ければ長いほど波を防いでくれそうですからね。この堤防をどこまで横に伸ばすかはまだ決めていません。もしかしたら島を横断する形になってしまうかもしれませんね。2段目ができました。道路を敷いて住民宅の位置を決めていきます。まず2段目は住民宅を2軒、そしてその裏をまた海を眺めるスペースを作ります。海というか山ができる予定ですね。海なのに山って感じです。ちょっと何言ってるかわかんないですね。へこんでいる部分は階段を後で設置します。島と練り子で中心を決めて住民宅を設置。石の階段をつけていきます。まだまだ序章なのに3つ目で今後が心配です。階段の設置と住民の引っ越しで今夜はタヌキを寝かせません。無事に工事を完遂してくれたようです。道路と崖横のコンクリートを敷きます。岬をどうするかで今後変わる可能性しかない場所です。今回のランゼトンは街に近い感じにするので崖を隠していきます。中世の街並みは便利アイテムですよね。海といえば屈強な男たちなので、こちらはチーフの家です。
チーフの家とジャスミンちゃんの家の外観を合わせました。遠目で見るとこんな感じ。気に入らないので西部の街並みに総入れ替えします。とりあえず全部消しました。西部の街並みを置いてたまにシンプルなパネルを置きます。コンクリートに這うツタは書き直し予定です。ツタは細かいのと色を使いすぎてしまうので結構難しいんですよね。この部分に違和感があるので埋めていきます。西部の街並みの方が奥の家がよく見えますね。こちらはお店という設定なのでお店っぽいものを飾り付けていきます。海と船、道行く人を眺めながらカフェタイムです。結構魚とか上がる予定なので空気は生臭そうですね。ここが入り口です。ドアの前デザインに影がかかるとちょっとリアルに見えて結構好きですね。お店側が飾り付け終わったので次は桟橋側を飾ります。ちょっと現代的な港にしたいので丸い街灯です。東京の施設にありそうな感じがいいんですよね。船が港に戻ってきてる感を出すために桟橋は荷物でパンパンにします。オレンジの浮き輪と青い海の色の組み合わせが好きですね。海辺は色が青系や白になりがちなのでたまに反対色のオレンジを入れてあげるといいアクセントになります。好きな組み合わせはしっかりとここでも活用していきます。しょぼい釣り竿とブリキのバケツ、そしてディレクターズチェア。オランジェ島のあちこちにこの組み合わせを置いてしまいそうです。パーテンションポールの縄部分が海によく合います。こちら側の桟橋はホワイトで決めていきます。ちなみにラジカセからはケケパリが流れています。奥の街に合わせた感じですけどちょっと合っていないような気もします。違和感のある部分を直します。つなぎ目がどうしても変な感じがしてしまいます。いろいろ考えてマイデザインも貼りましたが違和感が拭いきれないので結局麦畑で隠します。コンクリートの部分と海の間を船で隠してつなぎ目を見えないようにします。こんな感じになりました。これで1段目が完成したので次は2段目を作っていきます。途中まで敷いていたマイデザインを敷いていきます。2軒で1つの家風にするためにつなげていきます。家の裏はバルコニー的な存在にしようかなと思っています。道がつながっているのでプライバシーなかけらもないですけどね。前回作った堤防とも道をつなげます。通りにくい道なのでギリギリこちらからのプライバシーは守れるかもしれません。中世の街並みを置いて一つの家風にします。入り口が2つなのでパッと見2世帯住宅ですが中はつながっていないので屋内のみのプライバシーは確保できていますね。ナチュラルなスクエアテーブルにデコイを置くと遠目で見た時にまるで屋根にデコイが乗っている風に見せることができます。結構お気に入りな組み合わせです。2段目は狭くて柵を置くと狭さが加速してしまうのでフェンスを囲うように置いて柵の代わりにします。フェンスの芯の使い方ですね。ここの裏は今後山を作るのでフェンスは撤去するかもしれませんがとりあえず今回の見栄えのために置いていきます。作っている途中に計画変更するのはありがちですよね。キューブライトをコンクリートのマイデザインにリメイクして電気を切るとコンクリート風ブロックができます。船着き場に置いたりしても可愛いのかもしれませんね。この辺りは多分買えるのですがなんとなく置いています。道幅が狭いのでかなりシンプルです。緑の部分は今後海と山になります。これで全て完成です。海に乗れないけど港を作れへんはいかがだったでしょうか。船に乗れるようになるといいなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。We rise like tall buildings as the chemicals that take
take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.